はい、すみません。ちょっと時間が遅れまして失礼をいたしました。それでは、私の方からまず冒頭発言をさせていただきたいと思います。先ほど財務大臣と、令和8年度予算編成に関しまして、折衝を行いました。折衝事項につきましてご説明を申し上げたいと思います。まず、一つ目ですが、令和8年度の社会保障関係費、でありますけれども、お手元資料配ってあるんですね。はい。1にあります通り、令和8年度の社会保障関係費につきましては、様々な制度改革、効率化努力を積み重ねることによりまして、実質的な伸びを高齢化による増加分に抑えた上で、令和8年度診療報酬改定における今後の賃上げ、物価対応分など、経済物価動向等を踏まえた対応を加算することで、令和7年度の社会保障関係費と比較いたしまして、プラスの7600億円、程度の39兆600億円程度とすることとさせていただきます。で、2つ目、診療報酬薬価等改定でございますが、2にあります通り、令和8年度の診療報酬薬価等改定につきましては、診療報酬はプラスの 3.09%、薬価等につきましては、マイナスの 0.87% といたします。また、この詳細についてでございますが、令和8年度の改定率は、プラスの 2.41%、令和9年度の改定率は、プラスの 3.77% といたします。賃上げ分のプラス 1.70% でございますが、これにつきましては、施設類型ごとの職員の規模や構成に応じた配分となるよう措置をしていきたいと思います。また、賃上げの実効性を確保するための仕組みを構築をすることとしております。物価対応等の措置としての 0.76% のうち、プラスの 0.62% については、それぞれの施設類型ごとの費用関係データに基づき配分することとしております。また、プラスの 0.14% につきましては、大学病院を含む高度機能医療を担う病院に対し、物価対応本格導入時の特例的な対応として措置をすることとしております。令和6年度の診療報酬改定以降の経営環境の悪化を踏まえた緊急対応分のプラスの 0.44% の配分にあたりましては、令和7年度補正予算の効果を減じることのないように、施設類型ごとのメリハリを維持をしていきたいと考えております。また、実際の経済物価の動向が令和8年度の診療報酬改定時の見通しから大きく変動する場合には、医療機関等の経営状況に支障が大きく変動して、医療機関等の経営状況に支障が生じた場合には、令和9年度の予算編成において、さらなる必要な調整を行うこと等とすることといたします。介護報酬改定と障害福祉サービス等の報酬改定でありますが、3および4にあります通り、介護職員の処遇改善等のために、令和9年度の介護報酬、障害福祉サービス等報酬改定を、令和9年の報酬改定を待たずに、期中改定を実施をします。令和8年度の介護報酬改定につきましては、改定率はプラスの 2.03% とします。これは、介護従事者について月 1.0 万円、介護職員について、定期昇給込みでありますけれども、月最大 1.9 万円の賃上げが可能な水準となります。また、令和8年度障害福祉サービス等報酬改定につきましては、改定率をプラスの 1.84% といたします。これは障害福祉従事者について、月 1.0 万円、福祉介護職員について定期昇給込みで月最大 1.9 万円の賃上げが可能な水準であります。それから、ですかね。5にあるように、社会保障改革の新たなステージにおきまして、現役世代の保険料率の上昇を求め、引き下げていくことを目指すとの方針に基づきまして、経済物価動向等に対応しつつ、医療介護を中心とした社会保障制度改革を着実に実行してまいります。令和8年度におきましては、高額療養費制度の見直し等を実施するとともに、OTC 類弱を含む薬剤自己負担の見直しや金融所得の反映などを内容とする法案の次期通常国会への提出を目指します。高額療養費の見直しにつきましては、超党派の議員連盟のご提言も踏まえるほか、患者団体の皆さんにもご参画いただきました専門委員会において、本年5月から8回にわたり議論をした上で、基本的な考え方を整理をしてまいりました。
こうした幅広い関係者のご意見を踏まえ、長期療養者の経済的負担に配慮するため、多数回該当の金額維持や年間上限の仕組みの新設を行うほか、低所得者への配慮として、住民税非課税世帯の引き上げ幅の抑制や、年収200万円未満の課税世帯への配慮など、制度全体の持続可能性を確保しながら、長期療養者等の経済的負担に配慮する、そういった全体的なバランスを丁寧に検討した内容としております。このような見直し案のご趣旨をご理解いただけるように、引き続き丁寧に説明をしてまいりたいと考えております。また、介護保険制度につきましては、住宅型有料老人ホームの入居者にかかる新たな相談支援の類型を設けた上で、利用者負担を導入するとともに、介護保険制度の2割負担の判断基準につきましては、第10期の介護保険事業計画期間の開始前までに結論を得ることとしたいと考えております。6にありますように、子ども未来戦略におきまして、歳出改革と賃上げによって実質的な社会保険負担軽減の効果を生じさせ、その範囲内で支援金制度を構築するとされておりますので、その実質的な社会保険負担軽減効果について一定の整理を行い、2027年度及び2028年度の算定方法については別途検討を行うこととしております。7その他でありますが、その他に、7にありますように、協会憲法におきましては、医療保険料率の引き下げと合わせ、特例減額の控除額を時限的に引き上げることといたします。また、生活扶助基準の特例加算につきましては、1000円を引き上げまして、1人当たり月額2500円といたします。令和8年10月から1年限りの措置として実施をしていくこととなります。はい、私からは以上です。